こんにちは。エイリギター YouTube チャンネルです。本日はですね、前回、松尾さんと伊藤くんですね、日頃のお手入れの話をしてもらいましたけども、ちゃんと伝えられたかな。いやでも結構その後動画を見てもらった方のコメントですね、見てると、良かったっていう意見、そうなんや、はい、ありまして、結果オーライと思います。あと松尾さんは普段やっぱり電話だとかではよく対応してるんですけど、やっぱり顔をなかなか見れないじゃないですか、普通のお客さんだと。そうか、はい、見てもねやっぱりこういう人がやってますっていうのがちゃんと顔で映るの見たところでっていうのもあるけど、今日もマスクしてるから分かんないけど、はい。ということで、今日はですね、その前回に、引き続きまして、もう少し込み入ったといいますかね、実際使っている中でやっぱりトラブルあれおかしいなっていうことが出てくることがあるんですけども、その中でも軽度なもの、場合によっては、皆さんで対応できるかもしれないというこれだけ、知っておくとトラブルの時に後々役に立つかもしれない情報がありますので、そういったことを、お話しできたらなと思います。ちゃんと伝えられるように頑張ります。はい。それでは、始めていきたいと思います。はい。はい。というわけで、ギターのトラブルですね。やっぱり楽器ですので音に関するトラブルが多いのかなと思うんですけど、簡単に治るっていうのもね、結構あって、ここまで送ってもらってもったいないなっていうのもあるんだけども、送料高いですもんね。そうだから実際ね、もうさっと自分で解決できたら一番いいのかなと。そうですね。普段でも電話だとかでお問い合わせいただければその場でもちろん受け答えはしてるんですけども、ただやっぱりこの動画であればもう少し具体的に説明もできると思うので、なかなかね電話だとね細かいところがねニュアンスがね届かなくて、ここですかここですかみたいなところがあるから、これあると便利だね。そうですね。はい。じゃあ早速始めます。まずはですね、共振ですね。ノイズね。はい。なんか弾いた時にいろんな音がついてくるぞ、混じってるぞっていう。そうですね。特にこのアコースティックギターっていうのは表の板だとか振動しますのでね、その振動に伴う、他の、主にパーツですかね。そうだね。緩んでるパーツっていうのが大体音を出す原因になるけども、そういう出す場所が何箇所かあって、それを一つ一つチェックしていくっていうのもね。そうですね。じゃあ、具体的にどの部分かというのを、聞きながらやっていきたいと思います。ではまずよくある、緩む部分だとか、そうだね、頭の方からずっと見ていく感じで、大体音を出す原因の場所っていうのは、後で取り付けられているパーツ、そういったところが緩んでくると。まずここの、糸巻き、ペグですね。このペグが一応2箇所で止められているっていうんですけども、やっぱり振動を引いていくとビスやナット、この表のナットがねやっぱりよく緩みがち。そうですね。この六角形で、止まってるナット、これ一応ペグの方式によってはこれでないパターンもあるんですけども、ただ結構このパターン、ナットを使ってるもの多いですね。もう一つはブッシュっていうね、打ち込むタイプがあるけど、それも緩むんだね。そうですね。どっちにしても緩む原因っていうのはやっぱり振動していって少しずつこう緩んでくる。あとは材料がこう少しずつ痩せてくる、縮んでくるっていうかな、少しずつ乾いて、これは宿命的な、ところでもあるので、こまめにチェックして、閉まってるかどうかっていうのをね、チェックしてもらえる。だけどやっぱりある程度そういう症状が起きてから気づくっていうか、そういう人もいいけど気づかないまんまっていうのがあるんで、ちょっとね緩めてね、どういう、これもすでにちょっとあらかじめ緩めた状態にしてあります。で、ちょっと見ていただいて、もう多分どこが緩んでるのか見た感じわかんないね。見た感じわからないと思うんですね。見て分かればね、それですぐ分かるんだけども、こちらでも一生懸命探して、ここだっていうのがね、ある。ありますね。ここだとここのナット、裏のビスが緩んでたり、このビスが緩んでたりすると、これ裏見てましょうか。裏はこんな感じですけども、
この辺、ここの、はいね、裏に6個止めてありますね。これはペグを固定するためのビス、はいね、これもやっぱり緩むんですよ。最後はガタガタガタと動くようになってくると、もうチューニングしてもちょっと緩んでくるなみたいな、そういう症状が出てくる。そういうことですね。まあ、それはもうここをね、カタカタカタとなってくると分かる。はい、ここのビスがありますけども、こちらですね。はい、これはトルクを調整するというビスで、はい、ここをキューッと締めることによってここが硬くタイトな状態になってくる。そうですね。いわゆるこう巻き取りの重さみたいなのを調整する場所ですね。でこれはね適正なっていうか、そういうのはまあ最初の状態が一番いいんだけども、まあ、それでもちょっとこれ硬いなと思う人は少しこれを緩めていただくと柔らかくなる。緩めすぎるとガタついてくるので、硬めの好きな人はねギュッと締めるっていうこともやるけども、ある程度は自分のその好みで調整してしまって構わないってことですね。そうだね。まあ、大体は緩んできて、まあ、これだけがなんかガタついてくるなみたいなつまみのところがねガタガタガタっとするな、緩いなっていう時に、まあ、ここで他のつまみと合わせるみたいな感じでね。そうですね。6個とも大体同じくらいの重さになるようにということで、実際そのさっき音がちょっとおかしくなると言いましたけど、まあ大体原因はここだね。はい。まあこのナット、六角のナットだけども、まあこれで締めてやるんだけど、その間にワッシャーっていうものが、まあナットをまあこのギターの傷つけないように間に挟むワッシャーですね。まあこいつがちょっとくせ者って言っちゃいかん、悪者にしちゃいけないけど。はい。じゃあ実際ちょっとどういう音になるのかって一回試してみましょうかね。ここに原因がある場合に、でも聞こえる？はい。今3弦 G を弾いてるんですけど、例えば4弦を弾いても出てこない。そうですね。5弦弾いてもある音程にこう反応するっていう。もうちょっと摩訶不思議な現象なんだけども、まあ一定の周波数で振動してしまうんですかね。そうだね。これだったら G でこの緩みが反応して振動する。そうですね。個体によってもちょっと違ったりしますよね。そう。まあこのギターはまあ大体でも似通ってるとは思うんですけど、このギターに関しては G で多分ネックの振動がちょっと大きくするということで、共振するんだね。厄介なことにここで振動してるんだけども、ここからサウンドホールから聞こえてくるわけですよ。そうですね。あれ、何かこの中で金属的な音が混じってるって言って、まあ、中をこう調べてなんとも、まあ、大体は何かが緩んでるっていうことで送られてくるんだけども、まず中を見ますけどもなんともないねっていうことで、まあ、音的な金属的な音だっていうことだったら大体絞られてきてこの辺になるんだけども、まず頭から調べていくとここが原因っていう場合があります。本来の弦の音に加えて、まあ、ジリジリジリというような、まあ、やっぱりこうワッシャーが揺れているような音ですよね。まあ、このギターの音に混じって最後の余韻でそういう金属音が残るジリジリっていう音がね音に混じって、まあ、そういう時には大体、この辺この辺りを見るということですね。ボディじゃないね。具体的にこれ緩んだ場合は、自分で締めてしまってもいいんですかね。そうね。まあ緩む時はもちろんだけども、まあ、日頃のチェック自分でできるメンテナンスね。まあ、この六角レンチはこの 10mm の箱スパナ、いつもケースのポケットとかに入れておくと一番いいんだけども、まあ、10mm であれば大丈夫です。ここがこうもう手で回るぐらい緩んでる。だからねこのワッシャーがねこうシンバルみたいにこの板を打ちつけるのね、カタ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 ってね、それが入ってくるわけですよ。かなりじりじりと、これはこのワッシャーがこう叩きつける音ね。なのでまあどれがっていうのがこうやって手やってこれが緩んでるなっていうのが分かればそこ締めてもらえばいいんだけども、まあ一つ一つこうチェック、ここが緩んでるってことはここも緩んでるかもしれないみたいな感じでチェックをねチェックをした方がいいですね。そうね。でここは大丈夫、ここも大丈夫、ここだわみたいな感じで。硬さ的には、あんまりそうね、まあもちろんまた緩んでくるような感じではいけないけども、あんまり硬くギュッてやっちゃうとここになんていうの沈んでいくっていうか木なので、埋まっていくみたいなね。まあ雑巾絞り込むぐらいの力ですかね。そうね。まあ力加減緩みすぎず、ちょっとキュッと締まる感じね。
もうはい力ずくじゃなくて硬くなったみたいな、このくらいでいいと思う。たらね、止まりましたね。クリアな音になる。ここだったんだ。そういうのが分かれば、自分で見つけたらね、その場でパッとやればわざわざ送らなくてもすぐに解決できる、そうですね、トラブルなんだなと。あとちなみに、今はここの、ペグでしたけど、他にも緩むパーツみたいなのがあるんですかね。あとずっとこうやって調べてみると、ここの途中にこのアジャストロッドっていうロッド、はい、今ちょっとパーツを持ってきたけど、そうですね、このパーツがこの中に入ってて、はい、中に埋め込まれてて、そしてここにこの締め込み口がありますね。もともとネックの矯正用の、部品ですね。この中にここに入ってますけども、これを締めることによってこれがこうネックを調整してくれるっていうね、そういうのが入ってますけど、こいつがね、稀にだけどもここ取れるでしょ、キャップ、こういうキャップなんですね。こいつがねやっぱり同じ振動引いたりして振動、もちろん最初は締めてあるんだけどもパーツと一緒でだんだん緩んでくるとこれがこう動くようになってきて、これも中でガタガタ言うわけですね。これがねやっぱり音を立てるでしょ、カタ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 、やっぱりある音程でこうカタ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 、同じような金属音を出すんで、ここかなみたいな感じになるんだけど、ここは緩んでる場合はここを差し込んでもらって、ちょっと緩んでるのかなみたいな感じでこうやってチェックしてもらって、もう自由にこうやって動くようであれば、もうちょっと締めてもらう、キュッと、それでもう音がそういうノイズ系の共振音というのは取れる。基本的にはそのガタガタするほど緩んでいる部品ではないですよね。そうね、ある程度調整がされてるからキュッとちょっと締まってる感じだから稀なんだけども、その締めることなくこうスムーズにフィンガーボードが設定されている場合は本当にちょっと締まってる感じになっていて、振動でこう緩んでくる、そしたらこれが音を立てるっていう、そういうトラブルも稀にあります。なのでここじゃなかったらここかなっていう感じでちょっと触ってみて、こうやってきちっと締まってれば大丈夫。あとはこちらの方に来ますけども、こちらの方はしっかりとタイトにこの弦がこのピンの中に収まってるかどうかなんだけども、意外とこうやって締めてるから大丈夫かなと思ったら、この奥の方で、ノイズ共振っていうかそういう原因がそうですね。それ、前に、弦交換の動画を公開したんですけど、その時にもちょっと説明したんですね。中でボールエンド、球が遊んでビリビリという、それはよくあるんだね。意外とこっちのトラブルよりこっちの方が多いかもしれない。っていうのは弦はやっぱりしょっちゅうっていうかね、交換の頻度交換する多いので、数が多いので、ちょっと急いでたりするとさっと、そういう時に起こるトラブルがここの、ボールエンドの巻き返しの部分にこのピンの部分が引っかかって、そしてここでちょっと下でチューブラリンな形になって、チューニングが決まってしまって、そして中でこのリングが自由な状態で音を出すっていうね、そういうのは弦を交換した時になんかそういう音がついてくるようになったみたいなことで発覚する。やっぱりそういう場合はあれですかね、これまでなかったけど弦を交換したタイミングで急に現れたみたいなパターンになるってことですね。そうだね。だから今まで何ともなかったんだけども、弦を変えたら急にそういう音がついてくるようになったんですよって言った感じで受けると、じゃあもしかしたらこの中でそういうトラブルがあるかもしれないから、1弦2弦3弦という順番でこうチェックしてみてっていうふうに言うと大体それで解決するっていう場合が多い。そうですね。前回それこそ弦が良くなくてトラブルが出ることもあるって言っていましたけど、それとは別にやっぱりそういった弦のセッティング、弦の張り方で起こることもあるということで。弦がしっかりしてればいいけども、その巻き返しの部分でこのリングがね結構緩かったりする場合もあるので、それはよく音を立てる原因になる。その辺なってみて、こんなトラブルもあるんだっていうことでね、そういうのを一度経験されると分かると思うけども、
意外と多い。そうなんですね。じゃあちょっと弦張り替えてから何かおかしいなと思われた方、ちょっとそのあたりも気にしてもらうといいかもしれないですね。あとは、はい、こちらの方に来ると最後にその、エンドピンっていうのが、エンドピンですね。ストラップピンですね。ストラップピンね。はい。このストラップピンも意外と緩む。普通はまあ触らない場所なので、こういうふうに引いてる分はいいんだけども、まあ、立ってストラップをつけた時にそのストラップの穴1回と穴が窮屈という場合、まあ、ストラップをつけてこう動くと分かりますけども、この緩む方向に力がストラップがかかるわけです。緩みやすい。だからもう自然となんか気がついたらこれがカタカタカタと音を出してる、音緩んでるみたいなのがあって、一度ちょっと実験で緩めてみましょうか。もう意外と簡単に緩んでくる。なんでちょっと緩めた感じですね。このくらい緩めると、まあこれでも一応ピンとしては機能するわけですよね。そうね、意外とこういう状態で使ってる人も多いのね。これがやっぱり同じような音程で、はいはい、ジーンという音が、こういう感じで、ここまで緩めたらもう大体わかるんだけども、ちょっと緩んでて見た感じわからない。このくらいでも音立てるね。そうですね。意外とね、これも多いね。だからここはもう、だからここをチェックするときに全部こちらのネジ系はチェックしてもらうっていう感じで、あと、金属的なそのノイズっていうのが出てくるのはこんな感じなんだけども、木のささくれっぽいささくれたような感じの、金属音じゃない共振ということですね。そうなんか木がガサガサいってるぞっていう場合は本当になんかアクシデント、何かのアクシデント、例えば気づかないうちにこうぶつけてた、どっかに角にぶつけたとか、倒した場合は、見た感じは何ともないけども中が、ダメージを受けててっていう場合に弾いた時に中でガサ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 音を出してるっていう、そういう時には見た目は何ともないやっていう風だけども、まず叩いてみるっていうね、表を。そして中が割れてたり外れてたりとか、そういうトラブルを起こした場合は共振っていうか、そういうノイズになって出てくる。音的には何ですかね、バシンバシンとかポコンポコンとか、よっぽど大きく外れてる場合はポコン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 みたいな、なんかポコポコするような音になるし、音としてもサスティンがちょっと悪くなったりとか、そう音が悪くなったりとか、もう音に出てくるので、この場合はまず音が曇ってくるみたいな感じのイメージ。急にパワー感がなくなったりとかもありますよね。サスティンもなくなるし、まず音がこもったような感じで音質が変わってくる。そういう音を出す、そういう大事なところがダメージを受けてるっていうことになるから、こればっかりはしっかりと注意しなきゃいけない。そうですね。そういったものが金属音じゃないビリつきみたいなもの、またちょっとそういうのおかしいなというのがあったら、こちらにお電話いただくと、ご相談いただくという。そうだね。そういうパーツ以外のトラブルっていうのはもうしっかりとアフター修理をしてお返しする。頼もしいです。